It's very difficult.シアストーク。今日は久々に友達とお出かけの日です。前一緒に住んでいたフラットメイトの2人と久々に再会。前からずっと行ってみたかったティーハウスに、2人を誘って近くで待ち合わせしました。とりあえず多分もう一人は後から来るので先にお店に入ってましょうっていうことでお店を探してるんですけど、このティーハウスなかなか見つけられないっていうので有名なんですよ。隠れ家的なお店で、実は系列店には何度か行ったことがあるんですけど、今回行くところは初めてなので、私たち全然お店が見つけられなくて、同じ通りを行ったり来たり、この辺だと思うんだけどみたいな感じでうろうろずっと見てもらってました。そしてようやく見つけました。ここですね。もうノーサイン、看板なんか全然ないです。そしてこの小さな扉をくぐると店内は結構広いという不思議な空間です。エキゾチックな雰囲気もありながら、なんか雑多な感じ、居心地の良さもあって不思議な空間ですね。カメラに気づいて向こうからいいよって言ってくれたので助かりました。レビューを見る限り人気の席があるらしくって、そこを予約しようかなって言ってたんですけど、オープン時間が2時で私たちが着いたのが2時半だったので、もう空いてるかなって言っていきなり来ちゃいました。こっちの席の2階席はこんな感じ。もう片側にも大きい部屋があるみたいなので、そっちもチェックしてみます。ここは土足禁止ですね。ここで靴を脱いで、シリウスカフェっていう、シリウスティーハウスっていうもう一つの系列店の方も土足 NG のエリアがあって、私的には靴を脱いでくつろげるっていう時点でめっちゃ居心地がいいんですよね。しかもこのなんていうか迷路のような巣のような店内がすごい面白くて、ここだけでちょっとワクワクしますよね。さあどこの席にしようかな。意外とこっちの部屋にはお客さんがたくさんいて、私たちが狙っていた窓際の席とこの中央のこの一番王冠の中みたいな、ほんと巣みたいな場所はもうお客さんがいたので諦めました。どこの席も18時から予約ってなってたんですけど、まあ18時までだったら私たちもさすがにそんな長いしないのでっていうことで予約席に座りました。なんとかもう一人のライアルとも合流できて、もうライアルもねめっちゃ迷ったらしいんですけど、店が分からなくて、でしかも私たちの席もこうどこなのか分かんなくて、すごい歩き回ってたらしいんですけど、ようやく合流できました。こんな感じでね、一つのポットに3つカップをお願いして、それをおかわりする感じでオーダーしました。最初のオーダーは取りに来てくれるんですけど、聞きに来てくれるんですけど2回目からは自分でカウンターに行ってオーダーする感じで、結構自由な空間って感じ。このね正面の鳥の巣みたいな席にいる女の子、なんかくつろぎすぎてブラジャーを取ってました途中で私はそれを遠目で見ながら、めっちゃくつろいでんなーって見てました
ブラまで外したくなる、そんな居心地のいい空間です。それはどうなんだって感じだけど、全体的にやっぱり学生が多いイメージですかね。学生が多くてカジュアルな雰囲気、この感じなんでね、めっちゃおしゃべりしにみんな来てるっていう感じ。お茶もね、ワンポットで1400とかそんなもんかな、1400とか1500フォリントくらい、リーズナブルですよね。私たちも久々の3人でのおしゃべりを楽しみました。もともとはお茶だけしようっていう話だったんですけど、急遽この後ディナーに行くことになりました。イエーイ。懐かしのご近所さんたちです。こっちに来た時は本当にフラットメイトしか喋り相手がいなかったので、よく夜な夜なおしゃべりしたり一緒にワインを飲んだりしてました。そしてやってきたのが西駅の近くにあるマシット一押しのペルシャ料理店です。イラン人のマシットが、ブダペストで一番おすすめするペルシャ料理店がここです。実は私マシットと一緒に一回来たことがあるんですけど、ライアルが行ってみたいって今日話していたので、じゃあ行こうよって言って3人で来ちゃいました。2人とも中東出身なんですけど、マシットはイランで、ライアルはレバノン出身なので、アラビア語とイラン語で違う言語を話していて、ただ使っているレター文字は結構同じみたいで、中国語と日本語みたいな漢字読めるやつと読めないやつがあったり、意味が違ったり、そういう感じらしいです。私的にこの端っこの猫がツボで異様な存在感を放っています。ここのね、店内の雰囲気が結構好きで、めっちゃ落ち着くんですよね。今日はお客さん割と少なめだけど、前回ランチで来た時はほぼ満席でした。前菜がやってきました。この料理はね、ナスとナッツかなと、ローストオニオンとヨーグルトとハーブとかスパイスがこうマッシュされてるような料理で、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もうこれマジ好きで、前回来た時にすごい感動して、今回3人だから2皿頼もうっていうことで2人前。この料理をナンと言われているイランのパンにつけます。イランではパン類全般のことをナンっていうらしいです。インド料理とは違います。このね、ラム肉の串焼きを私は頼んだんですけど、これにザクロのソースを乗っけて食べるっていう摩訶不思議な初めての料理です。マシットも、くるみとザクロを組み合わせたシチューのような料理を頼んでたんですけど、ちょっともらったらそれもめちゃくちゃ美味しかったです。甘いんだよね。甘いのがご飯にすごい合うっていう、ちょっと日本のこう甘辛料理に通じるものを感じました。めちゃくちゃうまい。私の美味しい顔ってなんでこんなまずそうなんだろう。まずい顔と美味しい顔が紙一重すぎるのよね。なんか付属でご飯の脇にバターがついてて、バターをご飯にこう混ぜて溶かしてから食べるんですけど、もうね、やっぱいかにこっち来て日本料理がヘルシーかっていうことに毎度気づかされますね。なんかマシットはいつもイラン料理はマジで、ペルシャ料理はマジでもう超ハイカロリーだからみたいな、全然めっちゃ不健康だから肉と油とみたいなよく話すんですけど、私からしたらもうなんか
ハンガリー料理よりは全然ヘルシーだなって思うんですけど、やっぱ改めて和食ってすごいなって思いますね。外食するとこっちであんなに油使わないでうまみだけで煮込み料理とか作れるんだもんな。まあ世界的に見ても珍しいでしょうね。まあ、ただ私この肉肉しい料理も大好きです。ラム肉めっちゃ好きなんですよね。私ジンギスカンとかも大好きだし、ラム肉ちょっと高いからさ、こっちで来ていっぱい食べてます。こっちでも鶏肉とかと比べると高いですけど、日本で食べるラム肉よりは全然リーズナブルでジューシーでめっちゃ美味しい。最高。他の2人の料理も食べさせてもらったんですけど、どれもめっちゃ美味しいんですよ。どれが美味しいって選べないくらい。でも量が半端ないのでお持ち帰りさせてもらいます。私に食べていいよって2人がくれた。優しい。もうお腹パンパンで全員フードベイビーを抱えてる状態で、ライアルがなんか必要なものがあるらしくて近くのスーパーに買い物に来ました。西駅のすぐ下のシュパールですねに来てちょっとだけ買い物します。このメンバーでスーパー来るとか新鮮かも。一緒に住んでたら絶対にこんなことなかったなって思いながら。見て、もう世の中クリスマスなんですよ皆さん。恐ろしいことにまだハロウィンも終わってないのにアドベントカレンダーがいっぱいありました。お菓子のハリボーのアドベントとかもあってめっちゃ気になる。買い物も済んで帰り際ちょっと歩いて帰ろうかっていう話になり、ちょっとブダペストの街並みを3人でおしゃべりしながら歩きました。いや夜のブダペスト、しかも今日は金曜日なので賑やかですね。通り沿いのパブは人で満席でした。ここはかの有名なニューヨークカフェです。ブダペストで一番有名なカフェでしょうね。そしてブダペストで一番高級なカフェではないでしょうか。いや行ってみたいんだけどね、誰か一緒に行ってください。現地はコーヒーも飲まないし高いって言って行きたがらないので。なんかね、この向かいにあるパン屋さんかな、お菓子屋さんなのかな、ここもねめっちゃ有名で美味しいって2人とも口揃えて言ってました。やっぱり人と会うと新しい情報を得られるからいいよね。今度行ってみよう。いや結構歩いたね。ここで2人とお別れ。久々に会えて嬉しかった。See you soon. 本当ブダペストに来て最初のルームメイトに恵まれたことが私本当ラッキーだなって思います。バイバイ。さすがトラム4番6番線、4番と6番トラムは24時間ブダペストを走っている山手線のような感じです。山手線でも終電があるのにね。帰り道、うちの近くの美術館がものすごい色になってたので近くまで来て撮影してみました。なんでこんなライティングになってるのかよくわかりません。やばい。ちょっとアルカイックスマイルを練習していますね。なんぼでも一人で遊べますよ、一人っ子は。今日のところはこの辺で、最近チャンネル登録してくれる方も増えてとても嬉しいです。コメントもぜひお願いします。また見てね。バイバイ。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて見えない
走ってゆけ Train Train どこまでも Train Train 走ってゆけ